日はよろしくお願いします。あいつを呼んでよかったなって言われるように、楽しんでもらいたいと思います。よろしくお願いします。今簡単にご紹介いただいたんですけれども、20歳の時にですね、僕は静岡県出身なんですけれども、高校卒業して地元の洋服屋さんでそのまま就職しまして、2年間販売員をやってたんですけど、毎日お店に行ってお客さん待っているっていうその日々がですね、やっぱりちょっと物足らなくて、洋服の仕事をやるんだったら一回東京に行ってみようかなと。で、何のあてもなく20歳の時に、上京しました。で、本当に友達も誰もいない状況だったんで、とはいえ東京で生活していかなきゃいけなかったんで、毎日日雇いのバイトとかをしながら、洋服の、就職先を探してですね、半年間ぐらい、引っ越し屋さんとかをやってたんですけども、そこから、洋服のですね OEM の下請け業ですね、生産を請け負う方の会社に就職しまして、でそこから24歳まで勉強させてもらって24で独立しました。先方が売れないとですね、僕に仕事がなくなってしまうのがもう耐えられなくて、何かそこで新しい自分たちの柱を作ろうということで、ブランドを作ることになるんですけど、で当時ですね、その時付き合ってた彼女が109のブランドのプレスをやってたんですね。で109は当時ファッション業界的にはものすごく軽視されていて、どうせあれでしょ、援助交際してる女の子が着てるんでしょとか、あんな真っ黒い汚い子たちが着てるのは服じゃないってみんな言ってたんですね。でも僕はその彼女からの話で、売り上げも聞いていたし、実際自分が109見に行くと、もう当時エスカレーター登るのも大変なぐらい人が溢れていて、こんなに熱狂してるマーケットがあるんだっていうのをすごくびっくりしたのを覚えてます。彼女たちの横にいるギャロー君たちがたくさんいたんですけど、この子たちのブランドを作ったら売れるんじゃないかなって。実際僕はもう目の前で熱狂を見ていたんで、ファッション業界の人たちはみんなバカにしていたんですけども、彼らにかけてですね、バンキッシュっていうブランドを立ち上げます。でこれがもう1年目から、相当売れまして、この後にですね109のメンズ館っていうのができて、全国を巻き込んだ、ムーブメントになっていきます。ブランドがスタートしたのは2004年なんですけど、2006年に109のメンズ館っていうのがスタートして、そこから全国に、15店舗ぐらいですかね、展開をしていきました。で、109のレディースの方を僕見ていたので、109も、相当最初はバカにされていたんだけども、どこかのタイミングでそれがファッションになって、世の中の人に認められていったっていう歴史を見ていたので、ギャロー君だけじゃないものに変えていこうということで、2010年に初めて東京ファッションウィークっていうのに、ランウェイショーですね、に参加します。ランウェイショーに参加しますって発表した瞬間にですね、SNS で総叩きに会いまして、こんなギャルブランドがランウェイやるなんて、もうそもそも東京コレクションが終わったんじゃないかとか、世の中に相当いじめられてですね、ファッション業界の人たちに。ただ実際このショー当日になったら、会場が恵比寿のガーデンプレイスだったんですけど、朝からですね2週半僕のショーを見たい人たちが並んで、この当時、東京コレクション史上多分最高動員を記録します。前評判はですね相当悪くて、こんなギャル男のブランドが東京コレクションに出ることは認めないみたいな前評判だったんですけども、結局僕が一番人を集めて、翌週の新聞の表紙になったりとかですね、そうですね、実際そういうことが起きまして、この時に業界の人たちに認められることなんて1ミリも価値がないんだなっていうのを実感します。で、この2010年の、
東京コレクションをきっかけに海外戦略を始めまして、今度は渋谷だけじゃなくて世界戦だっていうところで、2010年から僕は海外生活を始めることになります。全然知らない人のFacebook から知らない人の Facebook に毎日飛んで見ていたんですけど、ある日スペインの女の子が自分の顔に猫の鼻とひげを描いて一枚の写真が上がってまして、で直感的にこの子可愛いなっていうふうに思ったんですけど、コメントがもう何十万件と入っていて、そのポストにですね、そこにいろんな言語の人たちからコメントがもう何十万件と入っていて、なるほどみたいな、これから世界は言語ではなくて写真中心のコミュニケーションを取っていくんだなって気づきました。テキストで何か説明するんじゃなくて、写真一枚で直感的に世界中の人たちに理解できるものを作っていったら、今までのそのインターネットがなかった時代のような一生懸命自分が出向いて説明して、書類を作って説明してっていうことよりも、写真一枚でそれが可愛いのかかっこいいのか直感的に分かるような世界になっていくんじゃないかなっていうのに気づいてですね、その時にこのマスクブランドを立ち上げて、世界の人たちが写真を見て、このブランドがどこの国のブランドなのかなんて関係ないっていう世界に突入していくんじゃないかということでこれを始めます。でその後にですね、僕が海外を放浪している間にですね、ある日経理部長から電話がかかってきて、社長、来年帰ってきてくれないと会社が多分潰れますっていう電話がかかってきまして、なんであんなに売れてるのにと思って、とりあえず帰りますと。で日本に帰ってきたらですね、もう本当に会社の中がぐちゃぐちゃになってしまっていて、自分はもう本当に海外に行くことをなんていうんですか、最優先で必死にどうやってネットワークを作るかばっかりやってた時に、日本の国内のね事業のことを全く見てなくてですね、こういうことになってしまいました。でそこで僕は何をしたかというとですね、まず毎日お店に行きます。で当時2013年か4年ぐらいなんですけど、インバウンドがものすごく増えてきた時期でですね、お店の中に外国人が常にいるんですね。で1日経ってると8割ぐらい外国人のお客さんで、お店に立っていてうちのスタッフが接客をして、お客さんが買って帰るときは気にならないんですけど、ある程度接客したのに買わなかったときにちょっと来てって言って、今何がダメだったとすると、大体肩幅が入らなかった、アームホールが小さいですとか、そうだろうねと、毎日これだけ、外国人が来ているのに、そのバンキッシュっていうのは当時、シャープな洋服を作っていたので大きいサイズがなかったんですね。じゃあサイズを大きくしようよと会議で僕が発言します。そうするともうスタッフは全員下向いてですね、いや社長、大きいサイズ売れないですと、バンキッシュはシャープなブランドだし、大きいサイズが売れた試しがありませんと、そんなデータはないですと。いやそれはそうでしょうと、作ったことないんだから。でも僕は毎日お店に行って、目の前のお客さんが何を求めてるかを見ていたので、サイズを無理やり大きくします。でしかも外国人がむちゃくちゃ多いんで、これは日本に来たお土産のようなものを作っていったら、ここの目の前にいる外国人のお客さんたちは欲しいんじゃないかと思って、当時誰も作ってなかったですね、スカジャンを作ります。でこれは渋谷スカジャンといって、背中の刺繍がそこにあるんですけど、
あれ109があって、ハチ公がいて、ギャルがいて、2万円があってっていうの。当時の援助交際を表現した刺繍のスカジャンなんですけど、これをやっていくぞと。他のブランドが真似できないものを作っていくんだと。じゃないと会社はこれもう V 字回復しないというのを全国の店長会の場で発表するんですね。でももう当時ですね、全店のスタッフが負け癖がついていて、もう新しいことに挑戦することにもうビビっちゃってるんですね。もうこれ明日会社が潰れるんじゃないかみたいなぐらいの、もう最悪なムードでですね。でも僕はもうこれを作れば目の前にいる外国人が喜んで買っていくんじゃないかっていうのがこう想像できたんで、いや強引にやりましょうとみんなの前で発表するんですが、もう全員下向いちゃってて、もう本当に今でも忘れないんですけど、全員下を向いて、札幌店の店長が一人だけ手を挙げて、社長これ札幌で渋谷ってスカジャンどうやって売ったらいいんですかと。いやいや、そういう意味じゃなくて、僕らは渋谷から始まったブランドだから、そのアイデンティティを大事にして、目の前にいる外国人のお客さんにこれを売っていくんだよと説得しまして、強引にこれを作るんですね。そしたらみんなの予想には反して、僕らはもう一切そのプロモーションとかやらなかったんですけど、今でいうBTS とか、あと様々な海外のアーティストがこれをステージショーで勝手に来てくれて、爆発的なヒットになります。月に何万着も売るようなヒットになって、会社の何ですか、危機をこの一品番で、まず免れました。その後にですね、バンキッシュのこのスカジャンが当たって会社が潰れるっていうところは一時的に回避できたので、この余力があるうちに新しいブランドを始めようということで、こんなにやっぱり外国人に反応が出るんであれば、やっぱりこう日本人に売っていくよりも外国人に売ることを目的としたブランドを立ち上げようということで、この FR2 っていうブランドを始めます。これが2014年ぐらいなんで、ちょうど日本人のちょっと早い人たちはみんなインスタグラム始めたぐらいなんですけど、インスタグラム自体は2011年から始まってまして、僕は海外にずっといたんで、もう2011年にスタートした時から始めていたんですが、日本人はちょうどみんながこれから始めるかなっていう時でしたね。さっきも話したんですけど、インスタグラムがこれから多分、世界の中心になっていくんじゃないかっていうところにかけて、テキストではなくて、その写真、いかにみんなの指の止まる写真を使ってブランドを作っていくかっていうところに焦点を当てて、FR2 を立ち上げました。うさぎの最初の黄色のうさぎのマークなんですけど、これも、いかにみんなの指を止めるかっていうことを考えて、編み出したマークです。一瞬これ抱っこしてるんじゃないかって思ったかもしれないんですけど、全然違います。はい、これが2014年にスタートしまして、2016年、7年かな。お店が原宿店が、これ原宿の今のお店の場所にオープンするんですけど、この間もこの原宿のお店の近くで50年ぐらいやってるカレー屋さんのおばちゃんがいるんですが、おばちゃんに久しぶりに会って、お兄ちゃんのところ本当売れてるねと。私50年原宿にいるけど、あそこ3年持ったブランドないよって言われるぐらい、原宿では鬼門と呼ばれた場所なんですね、これ。真上に大きい看板がついてまして、明治通りから見えるんですね、大きく。で、僕はもうそれを見て、これはいけるなっていうのを感じたんですけど、世界が、写真中心のコミュニケーションになっていくので、いかにお店の場所がフォトジェニックかっていうのはすごく重要で、これはやりようによっては当たるんじゃないかなっていうところで、普通の人は当てられなかったかもしれないんですけど、僕たちはこれお店を出して今10年目に突入して、
3年間ちょっとコロナでね、世界と分断されてしまってたんですけど、今も売り上げがずっと伸び続けてます。僕らはどういう売り方をしているかというとですね、これはもともともうブランドを作るときに決めていたコンセプトなんですけど、アパレル企業は、大概予算を作って、春夏秋冬で商品を仕込んでですね、何月に立ち上がりで、何月からセールしてても最初から計画するんですね。で、僕はもうそれがちょっとおかしいんじゃないかと思ってて、とにかく、セールをしないブランドを作ろうっていうところで、需要に対して供給過多にならないバランスで、かつ分母を増やしながら売る枚数も増やしていくっていうのをコンセプトに始めました。これだけインターネットが発達していて、毎日みんながスマホでいろんなことを検索している中で、セールをしてしまうとですね、セールがあることが日常にみんななってるんで、セール待ちをする人たちが出てくるんですね。そうすると、必ずブランド側もセールをしなきゃいけなくなっていくサイクルに入っていくので、僕らはこれ、ブランド立ち上がってから10年間1回もセールやってないんですね。でも、セールをやらないんで、お客さんもそれが分かってるんで、セールになったら買いに行こうじゃなくて、常に買いに行かないとなくなってしまうんです、商品が。で、そういうサイクルを作り出していて、そうですね。で、供給過多にならないような、予算を組んでいるので、在庫消化率も今 80% を記録してます。僕らが出店している場所っていうのが観光地が多いんですけど、観光地に出店していく、アパレルブランドは多分日本に今一社もないじゃないかなと思います。で、なぜ観光地に出していくかというと、僕らは洋服を、売ってるもの自体は洋服なんですけど、僕自身は洋服屋さんをやってる感覚がなくてですね、人々の移動にかけて、思い出を売っているようなビジネスをしているなと思ってます。で、例えば、沖縄店があるんですけども、沖縄の国際通りに4坪のお店がありまして、そこを今4坪でですね、月3000万以上売ります。でも、それなぜそうなるかというと、例えば2泊3日で若い子は沖縄に来るじゃないですか。で、FR2 のその沖縄でしか買えないお店に来ますね。で、お土産としてせっかく沖縄に来たから買って帰ろうと。それをじゃあ、買った人たちがストーリーに、インスタグラムにちょっと上げるじゃないですか。それを見たその友達が、それ沖縄でしか買えないやつだよねと。俺のも買ってきてほしいと。で、次の日にまた来てくれるんですね。で、僕らが目指してるのは、いつからかちょっと僕も違和感があったんですけど、地方限定のお土産があるじゃないですか。お菓子でも何でも。あれが、買って帰んなくても Amazon で買えるなって気づいたんですよ、途中から。で、そうすると、これは本当のお土産じゃないじゃんと。それは多分みんな消費者もみんな気づいてると思うんですよね。今までの、名残で、とりあえずじゃあ仙台行ったから何か買って帰ろうとか、沖縄行ったから何か買って帰ろうみたいな人たちもいるんですけど、本当のお土産はネットで買えないものだと思ってて、で、僕らの地方店は、一切 EC 販売してないんですね。本当に行った人たちしか買えない売り方を、しています。とにかく普通の洋服屋さんの発想がない売り方を計画してました。で、コロナで3年間本当にお休みしてしまったんですけど、ここからですね、年内に香港がオープンして、年明けにロンドンがオープンします。で、その後、LA も計画してまして、本当はですね、南米とか、他の、インドとかですね、日本のアパレル企業が挑戦しないところを優先的に、出店計画を今、しています。これ今、48.6 っていうのが出てるんですけど、これ何の数字かわかりますか？会長いかがですか？
何の平均年齢ですか？日本の平均年齢。正解です。簡単すぎましたですね、問題が。これそうですね、これ今、日本の全人口が、1億2500万人ぐらいいるんですけど、これの、今、平均年齢ですね、2022年時点での平均年齢が 48.6 歳ですね。で、これがですね、今これ2022年なんですけど、2030年後ですね。2053年になるとこれ1億人を切ります。1億人になると、どんなことが起きるかというとですね、地方の過疎化が、今もかなり深刻な問題だと思うんですけど、もっと進んでですね、インフラがもう崩壊していきますね。病院も、警察も、コンビニも、すべてが成り立たない。バスも、運転する人がいなくなるし、乗る人もいなくなると。これがもう、小学生が計算してもわかるような、状況なので、僕らはその2010年にそれを計算してですね、いや、これからもう外国人を相手にしない限り、日本のビジネスは成立しないんじゃないかなっていうことで、さっきの戦略で、世界進出を、ずっと計画しています。で、それがやっぱり、当たったと、結果を見れば当たったっていうことになると思うんですけど、10年間経っても売り上げが伸び続けるっていうのは、なかなかアパレル業界では難しいことで、その秘訣は、逆に言うと外国人にずっと売ってるからっていうことですね。で、福山市も、何をしたらいいですかって最初投げかけられたんですけど、とにかくインバウンドを取るしかないなと思ってたんですけど、僕が思ってた以上に観光客が少なくて、この状況で皆さんは何を考えてるのか逆にそれディスカッションさせてもらえればなと思って伺いました。多分ね、失敗もたくさんあるんですけど、基本的にもうすぐ次のことが思いついちゃうんで、大体ダメだったことを忘れちゃうんですね。で、僕本当にお客さんの動向を見るのがすごく好きで、今僕ら名古屋店があるんですね。で、名古屋店だけがコロナ後も売り上げが回復しないんですね。回復しないというか、あんまり盛り上がりも今までなかったんですけど、なんでだろうと思ったら、名古屋市って外国人がほとんど降りないんですね。で、調べたら確かに名古屋って寄るとこないんですね、外国人が。で、東京に遊びに来ても、名古屋通過して大阪行っちゃうんですよ。で、もちろん、利益出てるんで、辞める必要ないんですけど、なんかもう、この他の店舗の盛り上がりに比べて、名古屋店が物足りなすぎて閉店します。はい。で、それは多分普通の会社はジャッジできないですね。はい。僕はもうこの雰囲気を見て利益出てるけど、いや、これはもうやめた方がいいなと。その全体のブランドのことを考えたら、名古屋店が盛り上がってないことの方が、ブランド基礎になるんじゃないかと。で、一回やめて、じゃあ、インバウンドが伸びてる大阪とか、東京とか、国内だとですね、今、横浜の中華街と秋葉原と浅草に出店しようとしてるんですね。で、それはもう外国人観光客が、たくさん来る場所にもう焦点を当てて、他の洋服屋さんがやらない戦略でやっていくんですけど、もしかしたらそれもこけるかもしれないじゃないですか。そしたらまたその次すぐ違うことに挑戦するんで。見切りはむちゃくちゃ早いですね。はい。損切りが超早いっていうか、ちょっとこれ違うなと思ったらそれやめて違うことに挑戦して、それがダメだったらまた新しいことやると。それだけですかね。うん。本当に失敗が怖いと思ったこと一回もないです。はい。ユニクロさんは、僕がその2010年に海外戦略を始めて、世界中回った時に、一番
ヒントになったというか気づきを与えてくれた会社さんで、なぜかっていうと、どの国に行っても必ずユニクロの看板が目に入るようになったんですよ。2010年ぐらいって。で、うわと。これはもう、例えば価格競争の方とかに行っても、絶対勝てないなって気づいたんですね。もうそのグローバル企業にそもそも勝てるはずないと。もう彼らは、例えばユニクロにしろ、H&M にしろ、彼らは来週から店頭黒いアウターに変えろって言ったら全店舗変えられるわけじゃないですか。いや、これは価格競争の方に行ったらもう全く話にならなくて、僕らはやっぱりこのベンチャーとしてこの大企業ができないことは何なのか、それをもうやるしか自分たちの価値が出せないなっていうのを気づかせてくれた企業さんになりますね。で、ユニクロのキャッチフレーズですかね。ライフウェア、むちゃくちゃいいと思ってて、ユニクロさんって皆さんどう思ってるかわかんないんですけど、僕も全くファッションじゃないと思ってて、ユニクロはもう靴下と一緒ですよね。もう消耗品で、でも世界の言ったら9割ぐらいの人たちはもうそれで十分だし、別にそんなおしゃれな服である必要がないじゃないですか。で、インスタグラムが出てきて一番変わったのって、ユニクロの影響がすごい大きいなと思うんですね。で、それなぜかっていうと、写真で見たら、白いシャツが、10万円の白いシャツでも、ユニクロの2900円の白いシャツでもわからないんですね。で、インスタグラムが普及しだしてから、急激にブランドロゴの服が増えたんですね。ルイ・ヴィトンもドーンと入ってて、あれは、ユニクロの影響がものすごく大きいと思います。っていうぐらい、僕らがやってることとは全く違うんですけど、日本企業としては、ものすごいリスペクトしてます。僕は多分、環境が変わっていくことがすごく好きだと思うんですね。で、どういうことかっていうと、ほとんどの人たちが自分たちのクリエイティブで、俺が作ってるもんすごいでしょ。どうこれかっこいいでしょとか、これ美味しいでしょってやっていくんですけど、僕のやり方は、盛り上がってるマーケットを先に見つけて、そこに足りないものを足していくみたいな。ここに足りないからこれを今作ったらこれ売れるんじゃないかなと。さっきのギャロ君の話もそうなんですけど、マーケットがこんなに大きいのに、既存のアパレル業界の人たちはただバカにしてるだけで、あんな奴ら、キモいとか汚いとか言ってるだけで参入してこなかったんですね。でも僕はもうその現場を見て、こんなに熱狂してるマーケットがあるんだったら、彼らのために何かを作っていったら、ビジネスチャンスがあるんじゃないかなということであれを作りました。で、インスタグラムが出てきて、これは世の中が写真中心のコミュニケーションになっていくんじゃないかなと。毎日、環境は変化するんで、じゃあこれは新しいことに挑戦しようということで、写真中心のブランドを始めて FR2 がこうやって当たっていて、で、現段階で多分、洋服のブランドやる人たちっていうのは、インスタグラム使ってブランドを作れると思ってるんですね。でももうその段階にはもう今いなくて、もうインスタグラム使うことがもう日常になってしまってるんで、そうじゃないことを仕掛けないと、なんですか、こういう FR2 みたいな新しいブランドは生み出せないんですね。それはもう環境が毎日変わってるからであって、2004年にバンキシャ始めた時って、インターネットで物を買うのって結構非日常だったんですね。覚えていらっしゃるか分かんないんですけど、2004年にバンキシャ始めた時、まだガラケーだったんですね。携帯が。で、僕らガラケーで初めて洋服を売り始めるんですけど、その当時、ガラケーで洋服売ってる人は誰もいなかったんですよ。で、ファッション業界の人はもう絶対売れないって言ってたんですよ。こんなちっちゃい画面で、色もわかんないし、サイズも試着もできないのに洋服なんか売れるかってみんな言ってたんですよ。でも僕は横でギャルが
このガラケーで洋服買ってるのを見てるんで、絶対世界はこっちに来ると。僕らが売れたのは非日常をそこでやったから売れたじゃないですか。そこから20年ぐらい経って、2004年からなんで20年ぐらい経って、Amazon で買い物するのは日常ですよね。ピッと押してトイレットペーパーしてくるじゃないですか。だから僕は今度はネットで買えないものをやったんですね。そうすると、そっちの方が今の若い子たちにとっては非日常なんで、ネットで買えないものの方が欲しい。でも、ほとんどの人たちはネットで売ることばっかりに集中していて、何が新しいかを忘れちゃうんですよね。何が言いたかったかっていうと、これからも、世の中の変化に対応して、ビジネスをしていきます。なんか僕実はですね、舞鶴市の、今町おこし手伝ってまして、舞鶴市はもっとちょっと深刻でですね、30年前に15万人いた人口が今7万人しかいなくてですね、かなり過疎化が進んでいる状況で、ただ本当に街がものすごく素敵なんですね。で、舞鶴って軍港で波が立たないんで、軍港になってるんですね。で、潜水艦来たり、アメリカのそのイージス艦が来たりとか、そういう場所なんで景色もものすごくいいんですけど、結局その京都にほとんどお客さんを取られて、舞鶴までお客さん来ない。じゃあこれどうするかっていうことで、僕の友達が去年からフェスをやりまして、軍港を使って、で、それはいろんな人たちに協力してもらって、1日で2万人呼べたんですね。で、これも、舞鶴市としてはものすごいことだっていうことで、ものすごく喜んでもらえたみたいで、毎年港を使って、まずフェスをやりますと。で、来年は、この間発表したんですけど、2days で6万人呼びましょうと。ただ、ホテルがそもそも2000床しかないんですね。で、6万人来たところでもう泊まるとこがなくて、じゃあどうしようかと。いきなりホテル、じゃあ来年までに建てるわけにもいかないし。ということで、まず自衛隊と連携して、キャンプ場を開放すると。で、車で泊まれるとか、まあキャンプやってもいいですよとか。それプラス、フェスだけだとその日、その2日間しか人は来ないんで、それはもう根本的な解決にならないじゃないですか。で、いかに年間通してお客さんに来てもらうかってことをやるかっていうと、もうコンテンツを増やしていくしかないですよね。あれもあってこれもあって、これ作ったらこうなんじゃないかっていうのを今考えてまして、僕が今やってるのがガソリンスタンドをその、地元の方が、100年ぐらい続いてるガソリンスタンドかなを買収して、これ何でもやってくれと言うんで、まずガソリンスタンドを、ネオン管バキバキのガソリンスタンド作るんですね。で、24時間、セルフで運営してですね、バイクとか車とかが、こう、写真を撮れる場所をまず作ろうと。舞鶴に来たらこのガソリンスタンドで写真撮って帰りたいと。その横にじゃあ FR2 も作りましょうと。で、ガソリンスタンドしか、そのガソリンスタンドでしか買えない、お店を横にくっつけて、まあ、カフェを併設したりとかして、まずはこうデートコースになるようなものをまず作ります。で、年に1回音楽のフェスがあって、そこは何万人来ます。花火大会も、何千発だったかな、何千発だったものを、3万発ぐらい上がる花火大会を年1回開きます。で、プラス、舞鶴の駅前にですね、300坪の土地を買ったので、そこに高級のホテルを建てましょうと。で、温泉、銭湯をつけて、上にサウナ付きの、1泊10万円ぐらいのホテルを作って、ちょうどそのホテルの場所から港も見えるので、ルーフトップのバーを作って港の花火見えるようにしましょうとか。なんかその、舞鶴に行く理由をたくさん、一気にはできないんですけど、一個ずつ作っていきましょう。で、美味しい食べ物屋さんもあるんで、じゃあミシュラン連れて行くにはどうしたらいいか。毎日やってます、いろいろ。そういうふうに、何か一箇所特徴的な場所があれば、そこを中心に、まあ、コンテンツを増やしていく。
のをまずはやってみるかですね。で、あと一番はその舞鶴でもテーマになってるんですけど、やっぱり雇用を増やさないと結局働くところがないんで、若い子たちが全部出ていっちゃうんですね。で、僕も資料を見たんですけども、20代から40代の女性がもうほぼいないんですよ、舞鶴って。その資料を見た瞬間に余計舞鶴行きたくないな。女性がめちゃくちゃ少ないみたいな。京都とかって多分世界中から外国人が来て仕事いくらでもあると思うんですよ。だから若い子がその地元を離れにくい状況になってるし、そのまま、生まれた町を愛して、ここで結婚して子供を育てていくんだっていう環境をまず多分作っていかないと、やっぱ根本的な解決にならないですよね。ただもう人口減少するのはもう明らかなんで、もうこれ今から何かやっても、人が増えたとしても20年後なんで税金取れるのは。だから外国人呼ぶしかないですよね。はい。当面の間は。どうやったらインバウンドを呼べるか、観光客、外からね、人を呼べるかっていうのに、注目してやっていくしかないかなと思います。日々環境が変わっていくことが好きなのかもしれないですね。携帯電話がないところから携帯電話が出てきて、何が世の中変わっていったかとか、これがあることによってみんなこれ新しいと思ってんだなとか、そういうのを観察するのがすごい好きだと思います。で、何か気をつけてるとかっていうよりは、もう毎日それを常に考えてるんで、どこにいても全部仕事とつながっていくっていうか、特にこれやってくださいとかっていうのはちょっと説明するの難しいですかね。もう自然にもうずっと何でも見てるっていうか。コラボとかも別に基本はあんまりやりたくないんですけど、それはなぜかというと自社ブランド売ってるのが一番儲かるんで、あんまりコラボレーションやって利益を分けていくことがあんまり意味がないっていうか、たまたまタイミングがあって面白いことがあればやろうかなみたいなぐらいの感じですかね。相手に対しても何かバリューがないと意味ないじゃないですか。僕らだけ儲かってもしょうがないし、相手だけ儲かってもしょうがないし、お互いバリューアップできることであれば、やろうかなぐらいの感じですかね、今まで。はい。やっぱり僕らは世界に本気で行こうと思ってるんで、最低限はもちろん、守ってますけど、法律は。でもそれやってると、やっぱ世界の人たちってもっと働いてるんですね。あんまり上出したらも嫌なんですけど、後進国の人たちって、昔の日本人みたいに多分今めちゃくちゃ働いてるんですよ。で、その中で、しかも、さっきも言ったんですけど、みんながスマホで毎日買い物したり、毎日情報収集してるってことは、それ世界中みんな一緒なわけじゃないですか。でその中で、日本のルールだから残業代がなんとかとか言ってたら絶対勝てないんですよ。僕らの目標って、ファッション業界は特になんですけど、やっぱりみんな欧米にみんな憧れていて、ものすごく欧米主義なとこあるじゃないですか。アメリカの方がかっこいいとか、ヨーロッパの方がかっこいいとか。でももうそういう時代じゃなくて、すべてみんなもう今同じ条件だと思ってるんですね。スマホを一人一台持てるんで。だから、僕らはやっぱりその欧米の方が上だって思ってた人たちに、あれ？なんかアジアからおもろいやつ出てきたじゃんって、やっぱ言わせたいですよね。それをやるためには、やっぱ労働基準法とか守ってたら、勝てないですよ。勝てないし、僕がそうやってわざと言うじゃないですか。で、言うんで、そういう覚悟があるやつしか入ってこないですよ、そもそも。会社に。で、より強くなっていくし、うだうだ言い始めたらもうやめていいよ、みたいな。で、そのぐらい、やっぱなんていうんですか。激しいですね。激しくないと多分日本一になれないです。全然仕事関係なかったら、北欧がすごい好きで、デンマークとか、
寒い国が、もう街がものすごい綺麗なんですね。デンマーク、日本にもしかしたらちょっと近いんですけど、その資源がないんで、自分たちの自国から何も出ないんで、料理に集中してですね、世界のベストレストラントップ10の中にほとんどデンマークのレストランが入ってるぐらい料理に力入れてる国で、もう全く仕事とは関係ないんですけど、デンマークがすごい好きですね。これから伸びそうな国っていうのは、僕が好きなのは大きい国よりも小さい国で、例えば台湾とか、近くだと韓国とかもそうなんですけど、人口がもともと少ないじゃないですか。台湾は、何年前だったかな、ちょっとごめんなさい。ちょっと定かじゃないんですけど、15年ぐらい前に行った時に人口が2400万人ぐらいだったんですね。で、国で一番の会社が HTC っていう携帯の端末の会社が台湾で一番の会社で、日本でいうとトヨタみたいな会社なんですけど、そこの、プロダクトを全部決められる、副社長が33歳ぐらいだったんですよ。で、俺もそれがものすごいびっくりして、その国で一番大きい会社の、いわゆる経営のトップが33歳って、例えば日本でトヨタの社長33歳にしないじゃないですか。で、僕めちゃくちゃびっくりして、なんでなのって聞いたんですね。そしたら、台湾はもともともう人口が2400万人ぐらいしかいないんで、そもそも事業のスタートラインがもうグローバルだと。もうグローバルでどうやって売っていくかをもう最初から考えてますと。で、それをやるのに、その50歳とか60歳の人を社長にしてたらもう戦えないんだと。で、彼が33歳で副社長になって、全てを決定できるようになったら、アメリカで、シェアナンバーワン取ったんですよ。2400万人の国なんで、もう最初からステージがグローバルにあって、グローバルで戦うには若いやつを使わなきゃいけないっていう国がそういうふうに判断するわけじゃないですか。韓国もそうですね。もう人口がもう5、6千万人しかいないんで、大体の事業のトップラインが見えてるんで、最初から。国内だけ売れても。だからブラックピンクとか成功するんですね。最初からグローバルで事業をスタートさせるんで。で、日本は中途半端に1億人いるんで、そういう考えの人がほとんどいないっていうか、国内で売れてればなんとか食えちゃうんで。だから僕が可能性あるなっていう国はちっちゃい国かもしれないですね。なんか最初から国民の頭の中がもう世界で戦うぞっていうスタンスの国が可能性あると思います。先日ですね、仕事で京都にいた時に、ホテルの宿泊者が使える、泊まった人しか使えないラウンジがあって、そこを借りてですね、1日ミーティングさせてもらってて、お客さんをそこに呼んで商談をずっとしてたんですけど、最後アメリカ人のチームが来て、そこで2時間ぐらい商談してたんですね。ただ宿泊者専用ラウンジなんですけど、女性の方が飲み物を持ってきてくれたり、お菓子出してくれたり、相当サービスしてくれたんですよ。で、最後そのアメリカ人のチームが、りょう、これはここいくらするんだって言うんですよ。で、何がっつったら、このテーブルいくらだって言うんですよ。いやいや、これタダだよと。俺がここに今日泊まってるから、ここタダで使ってるんだと。言ったら、あの女性にチップいらないのかって言うんですよ。いらないですよ。タダだもんって言って。アメイジングだって言うんですね。アメリカで、どんなに高いホテルに泊まっても、こんなサービスは受けられないと。時間が経って、飲み物大丈夫ですか？なんか食べますか？みたいな。いや、それこそが僕日本の強みだなと思いました。その気遣いというか、DNA 的にちゃんとじゃあ列に並ぶとか、日本人ってそういうのも、いつの間にかみんながやるじゃないですか。ゴミを捨てないとか。そこをもっと世界に打ち出すべきっていうか、おもてなしっていう言葉は使いたくないんですけど、日本人のきめ細かいところが、
もしかしたら日本人の強さかなと思う。その時気づきました僕も。だからそういうサービスを売りにするのがいいって、実際でも今日本に来てる外国人はみんな思ってると思います。円安でむちゃくちゃ全部安いし、全部サービスが行き届いていて、ホテルの部屋もすごく綺麗だし、そこを売りにして、値段をもっと上げていけばいいんじゃないかと思います。お疲れ様でした。そこから始まる。福山来られたのって何回目でしたっけ？いやー、だから若い時は何回か来てるから、何回目なんだろう。でもデニムの工場とか入れたら、わかんない。でも10回以上来てると思う。10回以上。じゃあ結構来てて。多分。逆に直近だといつぐらい？何年前ぐらいですか？直近だと、ちゃんと記憶が定かじゃないんだけど、でもFR2 始めてから来てないから、10年以上は来てないかもね。でもその10年のさ、何のイメージも変わるの？駅前の感じ覚えてたから、じゃあ一緒変わってないんじゃない？それもそうだよ。高架したの。でも残り続けてるお店はあるっていうことですもんね。それは。いや、店が。あれは、セブンイレブブンしかわかんないですもんね。雰囲気だったな、みたいな。今回のトークテーマは多分、福山で何かしたい、何かしてる方々が多かったと思うんですけど、今との違いとか、逆にここが変わってたのとか、昔こういう思い出があるのとかあったりします？でもその工場があったってことですもんね、そのデニムの。でも制御はあれって言ってたもんね。そこの方でだよね。そう、だからその加工とかね、デニムの加工とか。じゃあデニムってことは岡山が有名ですけど、こっちもあった。このさ、小島地区とこの福山のところが県境で、両方あるのよ。小島は有名なんだけど、福山もそういうデニムの加工とか、縫製場とかがあって、いや、全然記憶にない。福山の女の子、すっごいおっぱい大きい女の子と付き合ってたぐらいだ、昔。それしか言ってない。そうじゃけって言ってた。名前が、でもその子の名前がね、思い出せないんだよね。その子のトークになっちゃうんで、この動画が。でもそれが女の子思い出しトークに。会が終わった後の、みんなでの懇親会で、そこで、いろんなアイデア出たじゃないですか。特にこの福山は割とピンクの街でもあったみたいなのが、会では出なかったねなと思うんですけど。いや、だから、ああいうなんかざっくばらんな質疑応答があったらよかったんだけど、みんなも遠慮してたよね。会場で。あとなんか、それが俺からすると意味わかんないんだけど、お互いなんか、牽制し合ってるじゃない。これ言ったら、ああなっちゃう。自分で自分の説明しなきゃいけないのつらい。確かにね、俺自慢みたいになっちゃう。キモいじゃん。あれだから、ブワーってなんかもう、自分で喋ってても息継ぎしないで、一回走り抜けたいみたいになっちゃう。そうっすよね。それか、もう次回からこういうのやるんだったら、2時間しかやってほしい。もう枠が。確かに。1時間じゃちょっと伝えきれない。そう。で、その上でもう出てるこの動画とかスナックで何分か見てもらった方が、だから前提条件がある方が質問も出やすいとは思うんで。それをもう来る人全員に見させておいてもらって、参考資料だね。そうしよう。いや、そっちの方、その上で喋る。いや、いい回になると思いますけどね、本当に。みんながそれ分かって。そしたら無駄をもう省ける。だって話もしてほしかったなってめっちゃあったわ。過去のパート。そうだよね。だから後からあれも喋ればよかったなって出てきちゃうから反省。いや面白かったけど。反省です。日々反省。次に生かそう。そうっすね。反省はね。じゃあ次呼んでくださるところには、まずこのテーマを明確、まず見ていただいて、もうだって世の中にそのために出してるところもあるじゃないですか、正直。だって同じ話になっちゃう。だからじゃああれがいいんじゃない？その今までのその登壇の動画じゃん。
あれのいいとこ取りして、ああ、確かに。それを資料を先に投げれば、今度から次の次回のさ、講演とか決まってんじゃん。うん。ああいうのとか作って短いやつ。それを先に参加の人に見といてもらって、その続きから喋りますね。そうですよね。会場では。まあ自己紹介なんてもう同じですからね。一緒だむしろあれは見てもらって全然問題ないんで。 5分ぐらいまとめて、それを一回見てもらった上で。参加者の人に見てもらった上で、この続きから喋りますね。そうですね。そしたらよりいいスタートを切れますよね。無駄も省けるしね。はい。それで、じゃあそうしよう。今回それが気づけたということで、次の回が。はい、じゃあ結果として良かった回だ。そうね。僕らにも気づきがあった無駄な回なんて一個もない。あったということでいいですよね。で、まとめ、綺麗にまとめてる。それで、はい。はい。じゃあ次回もまたお願いしまお疲れす。様です。お疲れ様でした。